ど、面白いですよね。普通オフシーズンの主役って言ったら、FA 市場の目玉選手じゃないですか。ドジャースもカイル・タッカーを獲得して、もうこれで完璧だと、史上最強打線で来シーズンの安泰だってみんな思ってましたよね。僕もそう思ってました。でもこの資料を読むと、それは壮大な物語の、序章に過ぎなかったんですね。まさに多くのチームにとってはあのタッカー獲得がゴール地点ですよ。ですよね。でもアンドリュー・フリードマン編成部長にとってはあれはあくまでスタートラインだった。今回の深掘りで一番興味深いのは、なぜ彼らがそこで満足しなかったのかっていう、その執念にも似た動機なんですよ。執念ですか？資料の言葉を借りるなら、彼らは昨年のポストシーズンで味わった悪夢、つまり深刻な投手陣の崩壊っていうトラウマにまだ取り憑かれていたんです。なるほど、トラウマ。確かにあの負け方はちょっと衝撃的でしたもんね。では今回はそのトラウマを払拭するため、ドジャースがいかにして球界を震撼させる帝国を築き上げたのか、その冷徹な戦略の裏側をじっくり見ていきましょう。この分析のミッションはですね、彼らの動きが単なる金満補強じゃなくて、過去の失敗から生まれた極めてロジカルでしかし大胆な決断の連続だったということを解き明かすことです。いやー、楽しみです。さあ始めましょうか。ではまず時間軸を整理したいんですけど、タッカー獲得の前にもすでに大きな一手を打っていたんですよね。そうなんです。まずブルペンのテこ入れですね。資料によると昨シーズンはもう先発が早々に降板して他の先発候補が岸しに回るっていう、ありましたね。自転車操業みたいな。まさにその反省から元メッツの絶対的クローザーエドイン・ディアスと3年総額6900万ドルというかなりの大型契約を結びます。これすごいですよね。つまり去年みたいに先発とブルペンを行ったり来たりさせて投手を潰すのはもうごめんだっていうフロントからの強いメッセージですよ。その通りです。これでまず試合の終盤は硬くなったわけだと。そして次にあなたが最初に触れた史上最大の目玉カイル・タッカーの獲得。来ましたね。4年総額2億4000万ドル。これでベッツ、大谷、フリーマンにタッカーが加わる。誰もがこれで打線は完成した、ワールドシリーズ3連覇も現実的だと評価しました。メディアもファンもこれで100点満点だと。普通なら編成部長はここで葉巻でも吹かしながら最高のチームができたってインタビューに答えますよね。でもフリードマンは違った。タッカー獲得の記者会見で彼はあっさりと言い放すわけですよね。そうなんです。我々の補強はまだ終わりではないと。これその場にいた記者たちはどういう反応だったんですかね。リップサービスだと思ったんでしょうか。おそらくそうでしょうね。しかし彼の本気度はその後に続けた言葉に全部表れています。この資料に彼の発言が引用されてるんですが、これが全てを物語っています。プレーオフで問われるのはスター選手の数ではないと。と言いますと、10月の厳しい戦いを最後までマウンドで立ち続けられる投手が一体何人いるかなのですと。完全に去年の悪夢を引きずっている。そういうことです。打線をどれだけ強化しても彼の頭の中では最優先課題、つまり先発投手の枚数と質の問題がまだ解決していなかったと。その通りです。彼の目標は単にエースを一人加えることじゃなかった。資料が指摘しているのは彼の目標が層を極限まで厚くすることだったという点なんです。層を厚くする。怪我人が出ようが誰かが不調に陥ろうが全く動じない、常に質の高い投手を5人6人と揃えておく、その盤石な体制を築くことこそが彼の真の目的だった。なるほど。タッカー獲得の熱狂の裏で彼はたった一人冷静に次の手を考えていたわけですね。そしてその次の一手が誰も想像していなかった形で、しかもとんでもないスピードで実行される。そうなんですよ。タッカーの会見から間もないある日、ドジャースは予告なしに2度目の記者会見を開く。この時の会場の雰囲気、資料を読むだけで緊張感が伝わってきます。フリードマンが壇上に上がってたった一言だけ、我々が真に必要としていた投手を見つけた。その直後、背後の巨大スクリーンに名前が映し出されるんです。それがフレディ・ペラルタ、ミルウォーキー・ブルワーズ。そうです。事前のリークも噂話も一切なし。だから米国のメディアはこれを高速ショックと名付けたんですね。そうなんです。
ナ・リーグのサイ・ヤング賞候補にもなるような絶対的エースをまさかこのタイミングでドジャースが引き抜くなんて誰も信じられなかった。そのペラルタの価値っていうのがそもそもどれほどのものだったんですか？まず彼は2026年シーズン終了後に FA になる予定でした。はい。ブルワーズのようなスモールマーケットの球団にとって彼との超大型契約での延長は難しい。なるほど。となればトレードで放出するなら彼の価値がキャリア最高潮にある今しかないという状況だったんです。その価値というのが具体的には2025年シーズンの成績がそれを物語っています。17勝でリーグ最多勝、防御率は 2.70、そして204奪三振。まさに無双状態ですね。だからブルワーズの要求も非常に高かった。資料によると彼らの要求は明確でした。球団の未来を担えるトッププロスペクトと彼の離脱で空く穴をすぐに埋められる実績あるメジャーリーグの先発投手。両方ですか？この両方が必要だった。どちらか片方では交渉のテーブルにすらつけなかったんです。なるほど。未来への投資と現在の戦力維持、その両方を満たせと。そしてドジャースはその無茶とも思える要求を飲んだ。その代償がまたすごいですよね。ドジャースは球団屈指の有望株ゼール・ホープを放出します。うわさらにそれだけでは足りずローテーションの主力だったタイラー・グラスノーまでもトレードパッケージに含めたんです。グラスノーまで。フリードマン自身も会見で胸が張り裂けるような難しい決断だった。しかし我々の目標のためには必要なことだったと語っています。これはまさにチームの現在と未来の一部を切り売りするような大きな賭けでした。ここで僕が一番疑問に思ったのが、なぜドジャースだけがこの賭けに勝てたのかという点なんです。資料を見るとヤンキースとかメッツ、ジャイアンツ、ブレイブスといった他の強豪もみんなペラルタを狙っていたんですよね。そこが今回の分析の核心部分ですね。特にヤンキースとメッツはかなり本気で交渉していたようです。ですよね。しかし彼らはドジャースに敗れた。なぜか。資料を読み解くと彼らのためらいが見えてくるんです。ためらいですか？資金力なら負けていないはずなのに。まずメッツですが、彼らは資金はあっても自前のトッププロスペクトを差し出すことに極度に慎重になった。なるほど。資料の別の部分ではメッツのファンが若手有望株の放出に非常に敏感になっていると指摘されています。過去の大型トレードの失敗がフロントの決断を鈍らせてしまった。過去の失敗が足かせになったわけか。内部でも意見が割れて交渉が停滞したと。ヤンキースはどうだったんですか？かなり惜しいところまで行ったと書かれてますけど。ヤンキースはブルーワーズが要求した即戦力の実績ある投手、これをトレードに含めることを最後まで拒否しました。そこ？ローテーションの主力を一人失うリスクを負わせなかったんです。つまりメッツもヤンキースも他の球団もどこかでコストを最小限に抑えたいという計算が働いていた。失うものを恐れていたと。そういうことです。でもドジャースだけは違った。最も遅れて交渉の席に着きながらブルーワーズが絶対に断れない最高の一撃を食らわせたと。現在のグラスノーも未来のホープも差し出すという覚悟。なぜ彼らだけそんな大胆なことができたんでしょう。それこそがドジャースという組織の本当の強さです。彼らのファームシステム、つまり若手育成組織が MLB でも屈指の深さと質を誇っていたからです。他の球団にとってザイア・ホープのような有望株は最後の砦で未来そのものです。しかしドジャースにとっては彼が抜けたとしてもその穴はすぐに次のまたその次の若手エリートで埋められるという絶対的な自信があった。無謀な賭けではなく緻密に計算されたリスクだった。そういうことなんです。すごい話だ。つまりドジャースのファームシステムは単なる選手の供給源ではなくて他球団が持ち得ない通貨のような役割を果たしていると。まさにその通りです。だから他が躊躇するような高額な買い物もできてしまう。なるほど。その通貨の価値を最大に理解しているのがフリードマンという男なんですね。グラスノーを失う痛みはもちろんありますが彼はそこも計算済みでした。と言いますと、資料によれば彼の頭の中ではグラスノーが抜けた5番手6番手の枠をめぐって佐々木朗希やエメット・シーハン、ボビー・ミラーといった若手たちが熾烈な競争を繰り広げる未来が見えていた。なるほど。
結果的にチーム内の競争が活性化して全体の底上げにつながると踏んでいたわけです。なるほど。すべての動きに全く無駄がない。ではこうして完成したドジャース帝国の最終的な陣容を改めて見ていきましょう。まず投手陣ですが、これは言葉を失いますね。まさに夢のローテーションです。山本由伸、大谷翔平、フレックスネル、そして今回獲得したフレディ・ペラルタ。この4人がローテーションの柱として確立されました。この4人、フリードマンがこの4人は全員が他の29球団に行けばエースを務められると評したほどのクオリティです。しかも恐ろしいのはこれで終わりじゃないんですよね。そうなんです。その後ろにさっき名前が挙がった佐々木朗希、シーハ、ミラーといった若手が控えている。この資料で面白いと思ったのは、この圧倒的な層の厚さがあるからこそ、シーズン中には6人制ローテーションの導入も本格的に検討できると書かれている点です。これは去年のトラウマを完全に払拭するまさに完璧な布陣ですね。そうです。フリードマンが執着していた最後まで立ち続けられる投手の数を質量ともに最大限確保する体制が整った。そしてブルペンには絶対的守護神ディアスがいる。もはや投手陣に不安要素は見当たりません。そしてこの鉄壁の投手陣ができた上で改めて打線に目を向けると、その破壊力は資料の言葉を借りれば史上最強以外に表現が見つからない。1番からムーキー・ベッツ、大谷翔平、フレディ・フリーマン、そしてカイル・タッカー。この4人が並ぶ打線は MLB の歴史上最も恐ろしいカルテットとまで書かれています。相手監督の心境を代弁した一文が印象的でしたね。はい。この打線をどう抑えるかではない、どのイニングでどうやって最小失点に抑えるかという絶望的な計算を強いられることになるだろうと。想像するだけで恐ろしいですよ。自分が相手チームの監督だったら誰を敬遠して誰と勝負するのか、いやもう考えるのをやめたくなりますね。タッカーの加入は単に長打力が増えただけじゃないんですよね。彼は強打の左打者であり、ゴールドグラブ級の守備を誇り、そして驚異的な選球眼も持っている。パワーだけでなくチームに完璧なバランスをもたらした。まさに一切の弱点を残さないというフリードマンの執念が生んだ完璧なチームの完成ですね。こうしてみるとこのチームはもはや単なる優勝候補というレベルを超えていますね。超えています。資料の最後ではこのチームを1927年のニューヨークヤンキース、いわゆる殺人打線の時代と比較しています。歴史的な王朝と肩を並べるポテンシャルを持っていると。これは潤沢な資金力、高度な編成戦略、そして過去の失敗を恐れない断固たる決意、この全てが組み合わされば現代の MLB でも短期間で完璧なスーパーチームを構築できるという一つの証明になったと言えるでしょう。完璧に見えたチームがたった一つのトラウマを払拭するためだけにさらに巨大なリスクを押して最後の一手を打った。その結果、歴史上でも稀に見る帝国が誕生してしまった本当に衝撃的なオフシーズンでした。ペラルタ獲得会見の最後にフリードマンは静かにこう言ったそうです。我々の仕事は終わりました。ここからはフィールドにいる彼らが仕事をする番です。この言葉が全てを物語っていますよね。ワールドシリーズ制覇はもはや彼らにとって目標ではなく達成して当然の事務になったんです。選手たちにかかるプレッシャーも相当なものになりそうですね。間違いないでしょう。そこで最後にあなたに考えていただきたい問いがあります。この資料はドジャースを1927年のヤンキースのような歴史的王朝と比較しました。